今回の旅の目的地、モロッコの人気観光都市マラケシュの街が飛行機の窓から見えています。モロッコはアフリカ大陸の北西に位置していて、アラブの国の中では最西端にあるので、アラビア語で日が沈む場所を意味するマグリブとも呼ばれています。1956年に制定された国旗は、預言者ムハンマドを意味する赤とソロモンの印象を示す中央の緑色の星で構成されています。モロッコではカードやアプリ決済が普及していないので、空港に着いたらモロッコの通貨ディルハムに両替します。2023年1月時点では日本円で換算すると1ディルハムが約 7.1 円でした。日本円からディルハムの為替レートは非常に悪いので、ユーロもしくはドルで両替するのがおすすめです。また空港の両替レートは非常に悪いので、空港から街までの移動に必要な最低限のお金だけ両替すれば大丈夫です。空港内で SIM カードを調達することも可能です。アフリカ大陸の空港ということで、どんな空港かと思いましたが、ヨーロッパでも見られないガラスが多く、太陽光が多く入る明るい空港でした。空港の外に出たらバス停に向かって歩いていきます。マラケシュの気候区分はステップ気候で、ヤシの木やサボテンなどの植物があります。一年中天気が良く、冬でも日中は15度以上まで気温が上がる日も多いです。徒歩30秒でバス停に到着しました。バスは30分間隔の運行です。空港からホテルまでの移動はホテルに送迎を頼む人が多いようですが、モロッコの市営バスアルサの19番は30ディルハムと非常に安く、空港が始発で乗客も少ないのでおすすめです。バスのチケット代は片道ではなく帰りの分も含まれているので、レシートは大事に保管しておきます。10分ほどバスに揺られると、世界遺産に指定されている旧市街が見えてきます。旧市街はピンク色の壁に囲まれていて、旧市街に入る門を通り抜けて市街に入ります。旧市街に入ると車の交通量が増えるので、バスはなかなか前に進みません。また車優先なので歩行者もなかなか渡れないようです。最初の停留所ジャマエルフナ広場の前でバスを降りたら、日本のゆうちょ銀行に相当するモロッコ郵便局の ATM でディルハムに両替します。ここが最も両替レートがいいです。正面の ATM の前にはいつも長い列ができていますが、すぐ近くに空いている ATM が2つありますので、こちらを使うのがおすすめです。両替をしてディルハムを手に入れたら、近くのモロッコ料理レストランで昼食をとります。モロッコは日本よりも物価が安く、人気のレストランでも1人100ディルハムから200ディルハム出せば贅沢な食事ができてしまいます。モロッコ料理は多くの香辛料を使っていて、栄養価が高くヘルシー。味も複雑で洗練されているので、日本人の舌にもよく合います。モロッコの代表料理は2つあり、1つは世界最小のパスタであるクスクスです。パスタの上に蒸したお肉と野菜が添えられ、歯で噛まなくても飲み込めるほど柔らかいです。日曜日を休みにするキリスト教とは違い、イスラム教では金曜日を集団礼拝の日、つまり休みと考えていて、集団礼拝を終えたら家族、友人とクスクスを食べるのが慣習です。2つ目の代表料理はタジンです。タジンは料理の名前ではなく、タジン鍋で作った料理という意味で、じっくりと食材を煮込むことで素材の持っている水分を生かしてとっても柔らかくなり、食材は甘みが増します。いわゆる蒸し焼き料理です。タジン鍋は上部が円錐形の粘土でできた鍋で、水が貴重な砂漠の民の知恵が生かされているのです。前菜に野菜の盛り合わせを頼むと、小さな器に
いろいろな種類の野菜が出てきました。3品頼んで280ディルハム。モロッコはチップの文化があるので300ディルハムを置いていきました。食事を終えた後、アラブ風の衣装を身にまとう店員さんとお店の前で記念写真を撮ってもらいました。ランチを終えたらホテルまで歩いて向かいます。原付や自転車が歩行者の横を普通に通るので気をつけましょう。イスラム圏は豚を食べませんが、これは牛肉なのでしょうか。宿泊するホテルはリアドと呼ばれるもので、中庭付きの邸宅、緑のある家という意味のアラビア語です。ホテルにチェックインするとお菓子とミントティーが出てきます。ミントティーを高いところから注ぐのには、スプーンを使わずにお茶を混ぜるという目的に加えて、バブルを作ることで砂がお茶の中に入らないようにする効果もあるのです。コップに入ったお茶が飛び散らないようにするのが注ぎ手のテクニックの見せ所です。リヤドはかつての上流階級が建てたものですが、40年ほど前から古い邸宅をヨーロッパの人々がモロッコ人たちから買い取り、リノベーションして宿泊施設に生まれ変わりました。屋上のテラスで食事をしたり、お茶をしたり、風と街の音を感じながら滞在できるのがリヤドならではの魅力です。急勾配の階段を下っていくと、今回泊まる部屋に着きます。スーツケースなどの重い荷物はホテルのスタッフが運んでくれますのでご安心を。ホテルに荷物を預けたら、モロッコ最大級のショッピングマーケット、ジャマエルフナ市場に向かいます。市場へ向かう途中にもお店が立ち並び、それらはアラビア語で市場を意味するスークと呼ばれます。スークで売られているモロッコ雑貨の代名詞といえば、バブーシュというモロッコの民族衣装のスリッパです。ペルシャ語の足を覆うという意味で、室内はもちろん外履きにも使います。その他にも迷路のように入り組んだスークで様々なものが売られていて、どの商品にも値札はなく、値段交渉をしながら購入します。観光客に対して法外に高い値段をふっかけられる場合もありますが、自分が納得する値段を伝えて、それ以下であれば購入し、その値段より高ければ買わないというシンプルな心構えであればストレスもたまりません。マラケシュ旧市街の中心となる縦400メートル、横300メートル四方の巨大な広場、ジャマエルフナ市場に到着しました。昔は処刑などが行われていた場所ですが、現在は100以上の屋台がひしめき、昼夜問わず活気にあふれています。市場では路上パフォーマンスが行われていて、大道芸人やミュージシャン、踊り子たちが自慢の芸を披露しています。蛇使いや猿使いに近寄ると、蛇や猿を体に乗せてお金を請求してくるので注意しましょう。風景を撮影しているのに理不尽にお金を要求されても、きっぱりノーと言って立ち去れば問題ないです。ジャマエルフナ市場のすぐ近くにはミナレットがあります。ミナレットはイスラム教の宗教施設に付随する塔で、
通常のモスクはドーム型をしていますが、こちらのモスクはミナレットと呼ばれる四角柱の塔が立っています。夕暮れ時の景色が美しいので、ぜひ足を運んでみてください。ジャマエルフナ市場に戻ってきたら、屋台で夜ご飯を食べます。レストランでは肉、野菜が入ったタジンを食べることが多いので、屋台では魚がおすすめです。屋台には番号がついていて、14番の魚専門店はいつも行列ができるほど人気です。メニューには写真もあるので、写真を指さして注文することもできますよ。日が落ちて夜になると広場に集まる人の数が増えて、とても賑やかな雰囲気となります。広場周辺に点在するカフェやレストランの屋上での休憩がおすすめです。朝6時45分、街中に響き渡るアザーンで目が覚めました。アザーンとはイスラム教における礼拝時間の呼びかけのことで、ユダヤ教のラッパ、キリスト教の鐘と同じような役割を果たしています。1日5回の礼拝を行うイスラム教徒にとって、アザーンはお祈りする時間を知らせる大事な合図なのです。2日目の観光は世界遺産の旧市街の外にあるマジョレル庭園からスタートです。赤線は旧市街を囲む壁になっていて、マジョレル庭園は壁の外にあります。正面に見えるのがアラビア語で門を意味するバブで、ここを抜けると旧市街の外、マラケシュ新市街になります。門を抜けてから10分くらい歩くと、マジョレル庭園の入り口を示す標識が見えます。マジョレル庭園は1920年代に画家であり植物収集家だったフランス人のジャック・マジョレル氏が造園した庭園美術館です。マジョレル氏は世界中から植物を取り寄せ、サボテンや竹林などモロッコらしからぬ異国情緒あふれる空間を見事に作り出しました。彼の死後、庭園は荒れてしまったのですが、1980年に有名デザイナーのイヴ・サンローラン氏とピエール・ベルジュ氏が買い取り、別荘として使用するようになったことで有名になりました。特にサンローラン氏はこの庭園をこよなく愛し、彼の死後は遺灰が庭園に巻かれました。マジョレルブルーと呼ばれる青色が建物や庭園に使われ、植物や花の色と見事なコントラストを生み出し、見る者を癒してくれます。マラケシュの旅で最後に訪れる観光地は、かつては世界最古だったイスラムの神学校マドラサ・ベン・ヨーセフ学院です。モロッコには多くの神学校がありましたが、マドラサ・ベン・ユーセフ学院はモロッコのみならず、北アフリカでも最大の規模を誇っていました。学校の創設は1565年、サアード朝のスルタンであったアブダラー・アル・ガリブが設立に尽力しました。大きな見どころはアラブ・アンダルシア様式の建物です。
建物の入り口から中に入って上を見上げると天井からは太陽が降り注ぎ、廊下にはゼリージュと呼ばれる美しいモザイクタイルがあります。ゼリージュは磨かれた石という意味で、モロッコ国内の職人が手作業で作ったものです。左右対称シンメトリーのデザインは無限という意味が込められているのですが、偶像崇拝が禁止されているイスラム圏では、人物や動物を描くことはタブーであり、絵やキャラクターに頼らずに様々な色や形を重ねて宗教の世界観や自然を表現しようと工夫を重ねてきた結果がイスラム独特のデザインにつながっているのです。それでは中庭に進んでいきましょう。メディナの喧騒とは隔てられた静寂の世界に息を飲みます。マラケシュの青い空の下でバラ色の壁が輝き、その壁は学校とは思えないほど精緻な装飾で彩られています。壁面の最下部はカラフルな幾何学模様のタイル。その上にある漆喰仕上げの壁にはレースのように精密な透かし彫りがあります。建物の内部には生徒が生活していた学生寮がそのまま残っていて、当時の雰囲気を現在にまで伝えています。1階の回廊と2階には130もの小部屋が並んでいて、最盛期には900人もの学生がここで暮らしながら学んでいました。壁の作りがとても美しく、イスラム様式の繊細なアラベスク模様が見事なマドラサ・ベン・ユーセフ学院。どこか神聖な空気を感じて一歩足を踏み入れると別世界に連れて行ってくれるこの場所にぜひ足を運んでください。